こんにちは、ぴょんです。福島県の飯坂温泉にある御宿川蝉さんへ行ってきました。今回宿泊したお部屋は最上級客室の露天風呂付き離れ特別室スイートヴィラです。お部屋の名前はカホと言います。いつものように料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容などから一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。最上級グレードの客室は2つあり、そのうちのカホは2階建てタイプの離れです。今回はこちらに2泊しましたので、1日目と2日目で異なる懐石のコースも必見です。まず入り口から一番近いお部屋が6畳の杉の間です。こちらのお部屋には浴衣と館内着が用意されていました。川蝉さんの絵が描いてある可愛い浴衣。館内着と言われた方はパジャマとして使用しました。浴衣はもう1種類用意されていますので、お好みの方をどうぞ。上はクローゼットです。続きましてお隣の本間です。夜ご飯も朝ごはんもこちらのお部屋でいただきます。掛け軸の言葉は無尽蔵と読みます。意味はいくらとっても尽きないほど豊富にあること。無限の幸徳があるということで、仏教を指す場合もあるそうです。床の間の左側にはオーディオセットと、下の扉の中にはコンパクトにテレビが隠されています。私は旅行中にテレビを見ることがないので、しまっておけて嬉しいです。床の間の右側にも棚が見えます。台の上にはふくさのかかった電話機とご案内が置いてありました。下の扉の中にはアースノーマットが入っています。窓際には4畳の板の間。7月の上旬、眩しいくらいの緑と紫陽花の美しさを楽しむことができました。チェックインはお部屋で行われます。冷たいお煎茶と自家製の水羊羹。水羊羹は舌触りが滑らかで、小豆の風味がしっかりと感じられました。ほんのりとしたかすかな塩味が甘さを引き立てます。川蝉さん特製の塩まんじゅう。周りの皮の部分は意外とドライで、ふわふわよりはシャリシャリという食感に近いです。温かいお煎茶も持ってきてくださいました。本間から廊下を挟んで向かい側には2畳のスペースに長い鏡が置かれています。お化粧やお着替えのスペースとして使ってもいいかもしれません。そのお隣にはお化粧室があります。さらにお化粧室のお隣にはドリンクコーナーが設けられています。冷蔵庫の中にはビール、ワイン、ソフトドリンクが入っていますが、すべて有料です。ビールはキリン一番搾りで、ノンアルコールビールはサントリー、白ワインはドイツのリースリングがハーフボトルで置かれています。上にはコーヒーやお茶のセット。ペットボトルのお水は無料ですが、追加分はお水もコーヒーのパックも有料だそうです。洗面所へ進んでいきます。アメニティは基本的なセットです。人数分の歯ブラシ、
コットン、綿棒、紙ゴムのセット、シャワーキャップ、ヘアブラシ、カミソリ、櫛、ビニール袋で包まれたフェイスタオルが2枚、シェービングフォームとアフターシェーブローション、オリジナルのクレンジング洗顔お化粧水、ドライヤーはジーバイという初めて聞くブランドのもの、タオル類はたっぷり用意されていて、もちろん2日目にも新しいものを持ってきてくださいました。タオルウォーマーも備え付けられています。内湯は古代ヒノキの浴槽です。浴室内にヒノキのいい香りが充満しています。外からの光が入って明るい印象です。シャンプー類も自然成分 100% の川蝉産オリジナル。さて、楽しみにしていた露天風呂です。事前にネットで調べたりして想像していたよりも露天風呂が広いです。大人2人が入って足を伸ばしても大丈夫です。泉質は単純温泉で pH 値 8.4 の弱アルカリ性です。源泉の温度が 68.3 度と高いため地下水で加水されています。こちらのお風呂は何といっても景色が素晴らしく、満開のアジサイと緑の木々、キラキラ輝く池に癒されました。屋根がついていますので、雨や直射日光の心配もありません。こちらのお部屋はこれで終わりではなく、まださらにお2階があります。1階だけでもすでに十分なスペースですが、2階にはベッドルームがあります。お部屋食の時はどうしてもお料理の残り香が気になってしまうので、寝室が別になっていると嬉しいです。シーリー社製のセミダブルベッドが2台のツインです。2階にもテレビが置いてあります。枕元には間接照明と読書灯、空気清浄機も置いてあります。ちなみに1階の本間にもありました。電気系統は少し古めですが、特に困ることはありません。2階にもお化粧室があります。2つあると便利ですよね。そして廊下に冷蔵庫があり、グラスとお水が用意されていました。2階にもお水があったおかげで、お水の追加注文はすることなく2泊3日過ごせました。最上級客室にふさわしい広いお部屋です。館内の施設をご紹介いたします。玄関を入ってほどなくすると、フロントのお隣にロビーが広がっています。館内の随所にゆっくりくつろげるスペースが設けられていました。大きな一枚窓からは美しい日本庭園を望めます。四季それぞれに素晴らしい自然を感じられ、カモの親子の行進や運が良ければカワセミの姿も見ることができるそうです。1階には大浴場もあります。ここ飯坂温泉は奥羽地方有数の古湯であり、歴史は縄文時代にまで遡ります。紀元前3000年頃には近くの摺上川の支流と飯坂温泉のそばに縄文人が住んでいたことが分かっています。大和武尊が飯坂温泉の地で温泉に浸かり病を癒した言い伝えや、平安時代の周囲和歌集
松尾芭蕉の奥の細道にも記録が残っています。大浴場はドライヤーがダイソンでしたので、髪の毛を乾かしたい時はこちらの大浴場へ来ていました。基礎化粧品もお部屋にはお化粧水しか置いていないので、乳液はこちらのものを使用しました。大浴場から出たらサロンで一休み。冷たいお飲み物が用意されています。冷蔵庫の中にカルピスと緑茶がサービスで用意されていました。館内で唯一洋風のスペースで庭園も洋の趣になっています。全館全室禁煙で、こちらのサロンのテラスでのみ喫煙が可能です。入り口にはフロントがあります。売店は2つあり、小物や雑貨、ガラス製品に陶磁器などが置いてあります。こちらは古代のビーズ。客室に向かう途中の廊下にはこじんまりとした読書スペースも設けられています。旅館の図書室の中では食に関する本が多くあるように感じました。夜ご飯は18時のスタートです。17時30分前になると中井さんがお支度に来てくださいます。食前酒として福島県永泉の梅酒が運ばれてきました。お箸染めのパプリカ豆腐。ふわっとした口どけです。上に生ウニが乗っています。福島県の利き酒セット。自家製のからすみまでついてきて嬉しいです。このからすみは中がしっとりしていて、外は炙ってあります。臭みもなくてとっても美味しかったです。冷蔵庫の方にお水の追加は別料金という案内があったので心配でしたが、お食事中も食後もお水を持ってきていただけましたし、2階にもお水が用意されていたため、結果として十分足りました。お先漬けは赤貝と万願寺唐辛子。一緒に入っているのは生湯葉と加賀野菜のかがぶときゅうりです。綺麗な漆器できたのは毛ガニ新庄のお椀。まずはお出汁を味わったら新庄を崩して変化するお味を楽しみます。中にはカニ味噌が入っていました。上に乗っているのは陣馬草という海藻です。お次は前菜のふみずきの盛り合わせ。サザエのつぼ焼き。和風のお出汁とガーリックバターのような風味。このわたとろろ。宮城のポークの西京焼き。レンコンのエビはさみ揚げ。白エビの唐揚げトリュフ塩がけ。ごぼうのテリーヌ。お魚のすり身と合わせて焼き上げたような感じの味わいです。カツオとアボカドのタルタル。温かくあるべきものがちゃんと温かくて美味しいです。お作りは2種類。マコガレイと本マグロです。マコガレイは新鮮なタイプで食感がプリプリとしています。手前には嬉しい縁側添え。レモン醤油でさっぱりといただけます。本マグロの方には土佐醤油が用意されています。川蝉産特選お料理のシー魚は伊勢エビと天然マダイのフルーツトマトだし。
器の下の部分には炭が入っているため、ずっと熱々の状態でいただけます。入っている具材はモッツァレラチーズ、フルーツトマト、古代米の一種である黒米、マダイは下味がしっかりついていました。クレソンとディル、半生で仕上げられた伊勢エビ、トウバ豆腐、お献立には記載されていませんが、お口直しに新生姜のシャーベット。結構辛みが効いていて癖になる美味しさです。すすめ魚、すなわちシー魚の胃だそうですが、もう一品。シンプルなスズキの塩焼きです。締めにお食事がやってまいりました。仙台牛の炭火焼きが白いご飯に乗っています。仙台牛は日本で唯一肉質等級が最高の5に格付けされないと故障が許されないブランド牛です。焼きナスともずくと三つ葉の夏らしいお味噌汁、きゅうりと水なす。このデザートがとっても美味しかったです。白味噌のババロアと周りにはメロンのスープ、上にクコの実とブルーベリー。食後に翌日の朝ごはんの際にお出しいただくお水を聞かれました。阿武隈の天然水というお水はお部屋にも用意がされてあるものでしたので、候補から外して以下4種類を2日間で飲むことにしました。また明日と明後日にレポートいたしますね。お夜食におにぎりをいただきました。素敵な器にたくあんも添えられています。手作りのおにぎりを食べる機会があまりないので、ほっこりした懐かしい味わいに温かさを感じました。中身は梅おかかとおかかです。連泊ですので明日のお昼はゆっくり過ごします。おやすみなさい。おはようございます。昨夜聞かれたお水の中から本日は尾瀬の自然水と龍泉洞のお水をいただきます。尾瀬のお水は平成の美味しい水100選の一つ。龍泉洞のお水は一口飲めば3年長生きするそうです。朝食では一組ずつ炊きたての土鍋ご飯が供されます。土鍋で炊かれたご飯が美味しいのにはきちんと理由があります。お米にはアミラーゼというでんぷんを分解する酵素が含まれており、でんぷんが糖に分解されることにより甘みが引き出されます。土鍋の中はゆっくりと温度が上昇していくため、このアミラーゼが活発に働く40から50度の時間が長く保たれ、そのおかげで美味しいご飯が炊けるのです。サラダの内容は生ハム、ブロッコリースプラウト、ひじき、フルーツトマト。自家製のオリーブレモンドレッシングでいただきます。カワセミさんが描かれた木箱の中には下に炭、上におのりが入っていて、パリパリの食感を保つことができます。お食事を最大限に美味しくいただきたいという日本人のこだわりの強さは、こうした細かいところにまで現れています。伊達鶏とエビの茶碗蒸し、そら豆、ホタテ、マコモダケの朴葉焼き、豆乳、生湯葉、空心菜のおひたし。焼き物はタチウオ、ふわっとしていて美味しいです。
しじみのお味噌汁。私は鳥獣戯画のうさぎの絵が大好きです。中にはお煎茶が入っていました。お食事が終わる頃にデザートが運ばれてきました。お椀の中身は白玉ぜんざいです。全体的に美味しく安定感のあるお料理でした。連泊の醍醐味は周りのお客様がチェックアウトした後の静かなお昼間ですよね。本宿川蝉さんは1996年開業。きちんと改修が施されていて建物がきれいに保たれています。約3000坪の敷地に全部で12室のお部屋があります。お部屋は5種類のランクに分かれており、今回宿泊しているのが一番高級なお部屋です。猛暑日でしたが少しだけお散歩をしました。鮎釣りをされている方がいらっしゃったり、のどかな景色に癒されました。早々に帰ってきてまた温泉に入ります。蚊取り線香の香りとともに夏の良い思い出になりそうです。温泉から出たら涼しい館内で読書を。雨が降ってきました。雨の音には高周波が含まれていて、聞くと脳からアルファ波が発せられます。温泉でアルファ波、贅沢なひとときです。15時になると中井さんがお茶を持ってきてくださいました。お茶菓子は地元の銘菓飯坂ゆべしです。夜ご飯のお時間になりました。食前酒に福島県末広の梅酒、あらかじめ日本酒のセットもお願いしてあります。お箸染めのごま豆腐、ごまの香ばしい風味がちゃんと残っています。栗湯の香りとわさびの辛さで全体が引き締まりました。朝顔の木箱でやってきたのは黒アワビと夏野菜。クスクスと合わせた肝のソースがかかっています。夏野菜はズッキーニと白ずいきです。朝顔や鶴瓶取られてもらい水。お椀は焼き甘鯛のお椀。鳥獣戯画の見返り椀とは可愛すぎます。夏トリュフとじゅんさい。下にレンコン餅が入っています。トリュフペーストのようなものも隠れていました。前菜は七夕の味わいいろいろです。いちじくとごまクリーム。川蝉さんの器の中はタコの山椒煮、時知らずのレアステーキ、トウモロコシのかき揚げ、あゆざく、ゴーヤのテリーヌ、夏鴨とかぼちゃのマッシュ。お作りは2点、おこぜとぶどうエビです。おこぜは夏の高級魚。脂とうまみののった肝とゼラチン質の皮も添えてあり嬉しいです。ポン酢でいただきます。ぶどうエビは水揚げ量の少ない希少なエビです。またまた日本酒セットを注文しました。
福島県は地酒のレベルが高いので助かります。おしのぎのアオリイカとトマトのいい蒸し。細かく包丁目を入れてから炙ってあります。卵黄でできたサバイヨンをすだち風味にアレンジしたソースと、葉の下の部分にイカスミのソース。本日の川蝉さん特選お料理は仙台牛のフィレと岩牡蠣の棚板焼きです。器の中の芳醇フォアグラソースにつけていただきます。きめ細やかなサシが入った最高峰の仙台牛は表面だけ炭火で炙り、厚めにカットしてから棚板に盛られています。夏が旬の岩牡蠣はクリーミーで濃厚な味わい。海の幸と山の幸の出会いです。後ろに見えるのはナスとマッシュルーム。この緑色のものはハラペーニョのお味がしました。お口代わりにコース貝のグラニテ、すもものソルベです。非常に滑らかな質感に仕上がっています。お肉の後にさっぱりしてからコースの終盤へ。ハモの翡翠酢あえ。緑色はきゅうりをすりおろしたもの。白髪ネギの下に梅肉が隠れていました。締めのお食事はさっぱりとした稲庭うどん。どんこしいたけと国産のレモン、三つ葉と生湯葉、お薬味各種。おつゆは麺をつけても器の方にかけてもどちらでもお好みで。濃いおつゆではなかったので上からかけました。デザートは木のうちわに乗って運ばれてきました。アップルマンゴーのバニラ寄せとバナナのアイスクリーム。ごちそうさまでした。今夜もお夜食のおにぎりを持ってきてくださいました。味は昨日と同じです。ドリンクはいろいろありますが、日本酒の3種セットはからすみがついてくるのでとてもお得だと思いました。それではおやすみなさい。おはようございます。最終日の朝ごはんです。すべて前日とお料理の内容を変えてくださっているのが嬉しいです。山芋をすりおろしたとろろと、その手前にあるのは漬けマグロにお薬味。ほうれん草のおひたし、寄せ豆腐、明太子、マナガツオ、だし巻き卵、香の物、ヨーグルトドリンク、あさりのお味噌汁。デザートはスイカとそら豆の甘納豆。水菓子を先に、より甘みの強い甘味を後にいただくようにしてます。ごちそうさまでした。この後はアクセスのご案内です。御宿川蝉さんは日本の東北エリア、福島県福島市の飯坂温泉に位置しています。近くにホタルの名所があるような綺麗な川沿いです。
飛行機ですと福島空港からも仙台空港からも車で1時間ちょっと。福島空港は国内外3都市と仙台空港は国内外14都市と就航しています。新幹線の場合は福島駅から車で30分、最寄りの飯坂温泉駅からは事前の予約で無料送迎をしていただけます。お車の場合は東北自動車道の福島飯坂インターチェンジから下道で10分です。それでは料金発表のお時間です。この動画をご覧くださった皆様はぜひ高評価をお願いいたします。これからもまだたくさんの素晴らしい旅行先を皆様と一緒に旅していきたいと思っておりますので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたします。今回は全国的にも知名度の高い御宿カワセミさんの最上級客室露天風呂付き離れ特別室スイートヴィラをご紹介いたしました。1泊2食付き大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。今回は2泊していますが、クイズの答えはいつも通りの1泊あたりでお考えくださいませ。正解は16万8740円でした。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。